このパン見てください。今日は予想外のことが起きてしまいました。蜂蜜パンを作ったんだけど、焼く前に真ん中をへこませて、そこに蜂蜜を垂らしたんです。へこみに蜂蜜が残る予定だったんだけど、生地がしっかりしてたんで、焼いたらまん丸になっちゃったんです。でもね、これが思いがけず素晴らしい仕上がりになったんです。蜂蜜が全体をコーティングして、まるで蜂蜜そのものを食べているみたい。ベタつくけど、この甘さがたまらないんです。自家製酵母パン教室オランジュリーのミカです。今日はイーストで作るとっても簡単でふかふかな蜂蜜パンをご紹介します。コツもしっかりお伝えしていきますね。まずは生地作りからです。材料をボウルに入れたらカートでしっかり混ぜていきましょう。粉がなくなるまで混ぜていきます。テーブルに出してしっかりこねていきます。こね方にもちょっとしたコツがあるんですよ。私の本でも詳しく書いているんですが、生地の状態をしっかり見極めることが大切です。しっかりした生地ができたらバターを加えていきましょう。生地が張るように丸めたら一次発酵です。30度で40分、 1.8 倍ぐらいまで膨らませましょう。この膨らみ具合を覚えていてくださいね。発酵が完了しましたら、生地を出してガス抜きをして分割をしていきます。分割は1本の棒状にすると測りやすいです。軽く丸め直しをして10分休ませておきましょう。マフィン型にバターを塗っていきます。グラシンをお持ちの方はグラシンでも OK です。成形はまた丸め直しで表面を張らせるように丁寧に。マフィン型に入れるときには閉じ目を下にして入れてください。最終発酵は35度で30分。途中オーブンに余熱入れるのを忘れないでくださいね。膨らみはこのくらいです。二次発酵後が今日のメインイベント。綿棒に打ち粉をくっつけて生地の真ん中を軽く押していきましょう。このへこみに蜂蜜をたっぷり入れていきます。この蜂蜜の量で甘さが決まるから、お好みで調整してくださいね。180度のオーブンで15分焼いていきます。
焼いてる間にへこみがどうなるかドキドキでした。そして結果はまん丸になってしまいました。でも見てください、この美しいツヤを。型から生地を出すときには焼き上がったらすぐしてください。予想とは違う焼き上がりになっちゃいましたが、これはこれで大成功。おやつにも朝食にもぴったりの優しい甘さのパンになりました。パン作りってこういう発見があるから面白いですよね。ここで私の本を一冊ご紹介させてください。食の総合出版社柴田書店さんより出版されたタッパーで始める硬化水パン。今回ご紹介したパンとは違い、タッパーの中でミキシングができるこねないパン作りです。書店で見かけましたらぜひ一度手に取ってご覧ください。パン教室っていっぱいあるので、他の教室との違いを出すのって難しいですよね。生徒さんにすごいって感動してもらえるメニューありますか？私のルヴァンリキッドの動画講座ではプロと同じクオリティのパンが18種類学べます。でも難しすぎることはありません。50代、60代の方でも無理なく教えられる、そんな工程に仕上げました。ルヴァンリキッドの深い味わい、美しい気泡、この違いを生徒さんに教えられたら、あなたの教室は間違いなく特別な存在になります。本格派で差別化したい先生のための講座です。もちろん初めてパン作りをする人のためにも詳しく説明をしています。詳細は概要欄をご覧ください。そしてぜひチャンネル登録もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。